はようございます。8月25日火曜日です。今日はいつものルートですね。ファンディの連合ウェイに行ってます。今日は何するかと言いますとですね、いつも乗ってバスのですね、バスは香港に何社かあるんですけど、KMB ですね、クーロンバスのですね、マンスリーパスを購入してですね、これから30日、バスに乗っていろんなところ行きたいなと思ってます。また後からご説明いたします。今から 279X に乗ってチンインに行きます。マンスリーパス買ったんです。780ドルです。条件っていうのはないんですけど、オクトパスの中に組み入れられるんですよ、この機械ですね。で、何に使えるかというと、KMB カウロンモーターですねは400路線以上あるそうなんです。プラス子会社の、LWB の路線で何個か、K が頭につくやつが6路線ぐらい乗れなくて、あとは全部乗れるみたいです。あと B に12っていうレースなのがあるんです。それは1日2回で、そういった KMB の路線はですね、全部で1日10回乗れるそうです。で780円。それで今政府のですね、補助金があるので3分の1が返ってくるんですね。プラスですね、マスクを1箱もらえたというのがありまして、それは今じゃなくてですね、来月入ってからですね、これでですね、ちょっと30日間いろんなところバス乗りたいと思います。今ですね、チンイまで行きました。ですね、まだバス今日は1個しか乗ってないんで、あともうちょっと乗りたいと思うんですけども、チンイですね、この間来ましたんで、あんまり紹介はいいと思うんですけど、今からバスに乗ってですね、ユンロンに行こうと思ってます。M68 のこれなんや、A かといい、どっちでもいいそうなんですけどね、どっちか来るまで待ってようと思ってます。ですね、今日はですね、実はですね、旧暦の7月7日ですね、七夕なんですけども、日本はね、なんでか知らないんですけども、こう古代の、いろんな行事をですね、おそらく明治維新の後やと思うんですけども、全部旧暦からですね、新暦に変わっちゃったですね。例えば1月5日とかですね、端午の節句です。変わってしまってですね、意味がほとんどなくなったんですね、いろんなもの。例えば、1月1日はそれなりに新暦の1が最初の日ってあるかもわかんないですけど、もともとはですね、旧暦の1月1日ですね、12月31日から1月1日、これがですね、やっぱり意味があることだったんですけども、それがですね、変わってしまった。7月7日も当然そうなんですね。中国ではですね、今日が七夕なんですよね。はい、やっぱり昔の行事なんで、7月7日本当はですね、やっぱり旧暦で行わないといけないものだと思ってます。はい、日本はこれ本当に失敗してると思います。
例えばですね、一番失敗している例が十二支ですよね。十二支はですね、旧暦の1月1日からが干支が変わるわけなんですね。新暦じゃないんですよね。なので日本は1月1日から今年は何年だって、これ嘘なんですよね。嘘というか、日本が特別ですよね。日本は本当好き好んでですね、世界と違うことをしたがって、であたかも日本がなんか合っててですね、他の国が違うということが私は一番嫌いなところですね。はい。7月7日の今日の七夕なんですけども、私もあんまりその小さい時いろいろ由来は知らなかったんですけども、要するに織姫と彦星というのがいてですね、1年に1回会えるということですね。でその天の川で会うっていうことなんですけど、全部空のことなんですよね。で彼ら、なんていうんですかね、中国ではですね、カササギがですね、なんていうんですか、連れていくわけですよね。連れていくというか、カササギのなんか道ができてですね、それで会えるような感じです。日本では私はそういうことは思ってなかったと思うんですけどもね。かなり古い話だと思うので、最初に出てきたのはなんか中国の漢の時代みたいですね。日本ではですね、奈良時代みたいな感じのことを言ってました。はい。でですね、当然ですね、その中華思想を受け継いでいる国、いろんなところで、7月1日の七夕っていうのを受け継がれていると思うんですけど、ベトナムもそうですね、韓国もそうですね。はい。韓国ではですね、今日は雨が降ると言われてます。すごく雨が降ると。どうしてかというと、1年に1回ですね、織姫と彦星があってですね、1年、泣くと。で喜んで泣くから雨が降ると言われているそうです。まだバス来ませんけども、これで今日の話題は終わりたいと思います。今ですね、ユンロンのランピンというところに来てます。ちょっともうちょっと疲れて帰ろうと思うんですけど、ここに MTR のバスがある。MTR のバスって少ないんですけどね。はい、ここからですね、内根までですね、ストレートのダイレクトのバスが出ているので、今日これ68の絵乗ってきたんですよ。はい。あとどれぐらいかな。あと12分ですね。まだ12分あります。でちょっとうちで喋ってようかな。こんなとこですね。僕も初めて来ました。というかユンロンのちょっと北側っていうの初めて来ました。バス今チーンからここバス乗ってきたんですけど、こんなんして行けると思いませんでした。またここがうちの家の前から出てるバスの最終の停留所へのも知りませんでした。今日はちょっと新しい発見をしました。この辺も住宅ばっかりです。ほんと住宅ばっかりです。この間美味しいなと思った、どこで食べたんだろうな。そうそう、ラムティンで食べたですね、桃園製作っていうか、いろいろチャーチャンティンですけど、そこのカレー美味しかったです。この2階にもあります。ここの2階にマクドナルドもあったんですけどもね、マクドナルドなぜか閉まってました。どうしてでしょう。はい。またこれバスが新聞からです。結構いいところがありましたね。途中ちょっと行ってみたいなと思うとか、後で地図見て、コンテナのですね、大きいなんていうんですか、タンカーっていうんですか、あれがこう通るところがあって、それが見れるんですよね。すごく良かったです。今度ちょっと行ってみます。バスのこのマンスリーパスがあるうちに。今日はちょっとね、初めてで何も計画性なくてですね、ちょっと大変だったんで、今日はここで終わりたいと思います。